父さん、ついものになった。そうか。じゃあ、今日買ってこよう。あの靴ももうダメやね。いくら磨いてもちょっとも引かないよ。まだまだいい。おかげでずいぶん切れてきたよ。まだまだ履ける。どうせお前忘れ物ないか。いいか。忘れ物ないか。中心算術、歴史、読み方、思考。あ、しもた。そろばん忘れた。ほら、見。私がないぞ。円の面積は半径の事情に 3.14 をかける。円錐形の体積は半径の事情に 3.14 をかける高さかける。それを3で割る。よろしい。いいかね。四円形 AEDC は円に内接してるから、各 ACD は DEF と I 等しいに円に内接する四円形の外角。また、各 AEC と ABC、この角とこの角は I 等しいに。何でしょう。加藤。同じく AC の上に。同じく AC の上に立ってるから、この角とこの角は I 等しい。しかるに三角形 ABC は、これは二等辺三角形である。だから、この角とこの角はアインシュタイン。したがって、この AEC と DF もまたアインシュタインに。分かったか？何か質問はないかね？では、ここまでにして、今から2、3、修学旅行の注意をする。静かにして、静かにして。4年生は今度東京方面に行く。おい、おい、東京ではまず球場を要拝、明治神宮靖国神社を参拝、それから鎌倉江ノ島箱根方面を見学する。ではお聞きします。皆さんこちらをご覧になって、はい、はい、では参ります。
れは敵ですな。それは困った。いいか？うん。教えとる。知らん。やっとるやっとる。いいって言ったら。山田、豆どうした？あ、なんとないです。帰り歩けるか？大概大丈夫や。明日、実家にタコを売ってき。おい。このメンバーは何件知っとるか？天下の剣や。こいつ知っとるわ。だな、そんなことそうに知っとるわ。おお、俺は、いい人じゃないかな。あれほど注意してたんだから、まさか乗るまいとは思うけど。誰か乗った者はおらんか？誰かボートに乗った者おらんか？どうした？知らんか？本当に知らんか？知りません。なんかもう。おい、これ何ぼやった？50銭やった。50銭？ええな。買えなかった。言ってるか？80銭で。90銭にしたな。先生、おいしそう先生。なんだ。西田がもうさ、心配やったわ。吉田がボート乗ったのか？K の方は今夜の夜行に乗られるそうです。あんたの気持ちもようわかる。もう一遍思い返してみてくれんか。いや、どうだ。あんたが責任を感じる気持ちはわかる。何しろあの時あんただって引率者としての注意は十分払ってたし、この点は死んだ生徒の父兄も十分了解してくれてるんだ。それは僕も危ないと思って注意はしたんだ。だがもっと慎重にもっと固く言い聞かしたら、それでもボートに乗ろうという子供は一人もいなかったはず。誰だって僕の言うことはみんな聞いてくれたと思うんだ。あの級は3年間僕が担任をしている。誰もかもみんなの気心を知っている。吉田だって決して教師の言うことを聞かない子じゃない。やっぱりどっか僕の注意が足りなかったんだ。そういう人だけだったんだよ。しかし、あんただけがそう深く思いつくことはないと思うんだな。いや、いろいろ心配してくれるのはありがたいと思うんだけど、どうも今度のことはつくづく考えた上のことなんだから。いや、それはもうよう分かってる。とにかくもう正式に辞表も出したことだし、校長も分かってくれとるんだから。そんなことは問題じゃない。いやしかし東さん、どうか今度のことはこのままにしておいてもらいたいんだ。僕も考えたんだが、人の子を預かるような仕事はもう本当にこれっきりにしたいんだ。恐ろしくなったんだよ。じゃあ、この間うちから吉田の親たちのことが頭に飛び出てきて、僕も子供を持っていてよくわかるんですよ。せっかくあれまで大きくしてあんな思いがけない死に方をされたんじゃたまらんからね。楽しみにして出かけた子供が3日目には冷たくなって帰ってきます。それもちゃんと付き添いの教師がついての上でだ。親としては全くたまらんや。泣くに泣かれんや。
暮れのうちに子供心におっかさんに箱根細工の糸巻きを買ってるんだ。僕だって付き添いの教師を恨みよ。そんな教師に子供は任しちゃおけんや。僕はこんな仕事が続く恐ろしくなったんだ。怖くなったんだ。第一柄じゃないよ。しかし、あんたとしても洋平君もいることだし、今後どうするつもりだ。私あたり国へ帰ってみようと思うんだ。昔親しくしてた男がいるんで、まあ落ち着いていろいろ考えてみようと思うんだ。ただいま。こんにちは。じゃあ、お帰り。ねお父さん、上田まだ？うん。あと40分ばかりだ。疲れたか？上田って大きい町？大きいか、知らんもん。人口何万やったかな3万5、6千かな。前の審査日やね、短期専門学校あるんだよ。うん、そうだ。お前、爪切ってくんの忘れたな。爪はいつもきれいに切っとかんといかんぞ。お父さん、あれうちで生まれたの？ああ。今でもお父さんのうち？いや、今はもう違う。さっきお墓へお参りしただろ。お母さんのお墓の隣におじいさんのお墓があったろ。そのおじいさんがあのうちを売ってお父さんを抱っこへやってくださったんだ。おじいさん、呉服屋やっとったの？いや、おじいさんは漢学の先生だった。あそこから毎日お城へ通っておいでになった。もっと裏が広くて大きい柿の木があった。なあ、後でお城へ行ってみよう。あ、行ってみよう。よく噛んで食べよう。ねお父さん、上田の町って随分小さいね。もっと大きな町だったの。それは金沢の方が大きいさ。あれは日本海岸で一番大きな町だもの。なあ、お前この町嫌いか？どうして？お父さんはこの町に住んでみようと思うんだ。ほんならここに帰ってくるの？ならこっちの中学の先生になるの？いや、先生はもうやらん。なあ、お前にも話そうと思ってたんだが、お父さんは先生はもう二度とやらないと思ってるんだ。ならどうするの？どうするかわからんが、ここから右ばかり行ったところにお寺があって、昔仲良くしてたお嬢さんがいるんだ。今からそこへ行くんだ。お父さん、坊さんになるの？いや、坊さんは徳の高い方でないとなかなかなれない。心配することない。お前もうこっちの学校へ変わることになるだろうが、
どうだ、いいか。まあ、我慢してくれ。そのうちには友達もできるだろうし、どこの学校も同じことだ。なあ。そうか、入っていいや。お父さんも向こうの中学でムジナやろ。だから僕のことムジナの子ムジナの子って言うのすげえやった。うん。上田じゃまだそれ知らんもんね。うん、それは知るまい。欲望の方はもう慣れたか。ああ、おかげさんでだいぶ。こんな小さい村で随分子供が生まれるもんだね。おお。昨日は出産届が3つも出た。そうかな。その割にしなもんだね。わしは坊主で3番ならやがった。雄平はどうした？さっき誰かが来てトンボ取りに行った。おお。もう友達ができたか。接長が家困るよ。いや子供は拙者が好きなくらいのもんはええ。ああ、今日はいい日曜だ。できたか？うん。それじゃあ明日は川へ行けんぞ。それは夕べのと同じ応用問題だ。まだそんなことやった。夕べ教えたのもう忘れたのか。半分比例の応用じゃないか。こうと比3人では5日だぞ。こう1人では12日、こつ1人では15日かかるんだぞ。あ、そうか。はい、お前はどうもせっかちでいかん。落ち着いてやんなさい。中学の試験を受けようというのに、そんなこっちゃいかんぞ。大体お前は落ち着きが足りん。中学の試験も通らんようじゃしょうがないぞ。ろくなもんにはなれんぞ。お父さんはお前さえ一生懸命でやれば中学ばかりではない。その上の学校へでもどこへでもやらしてやる。落ち着いて考えて。あ、できた。うん？どれ？よし。よし。落ち着いて考えれば何のことはないだろう。うん。これでいいんだ。わけないだろう。うん。次の持ってきなさい。お前、糸をちょっと調べとけ。お父さん、これでいいの？ああ、よし。明日早く起きて、水張らんといかんな。裏の一軸のなんてほんとおるよ。そうか。まあ、父さんも良平も、明日はわしに遠慮せんとうんと取ってきてくれ。インドはもうとうに渡しちゃうんじゃ。ここらの早はなかなかすばしこいで。
気が済んでいい気持ちだろう。ああ、この子はどうした？誰？何言ってたな。たまり屋の息子。あ、トシちゃん、入ったよ。そうか、そりゃよかった。ね、でも僕よく入れたね、無眼できなかったからダメだと思ってた。何？左ぐらいは大丈夫さ。なあ、良平。お前、中学に入るってなると、宿舎へ入らんといかんな。宿舎？食いだの町は大変だろ。僕のどういうと言ってんの？うん。その代わり、1週間に一遍はお父さんが買いに行ってやるよ。そのうちすぐ慣れるさ。なあ、それにすぐ夏休みだ。夏休みにはまた帰ってこられるさ。What is this bat? Is it a hen? No, it is not a hen. It is a cock. おい、henっていうのはメンドリ系？あコックはオンドリ系？あ、ああ、じゃあ、ドッグはなんだよ？犬だ。犬のオスかメスか？そんなこと知らねえや。英語ってめんどくせえな。What is this bat? Is it a hen? おい、腹減んねえか？だな。なあおい、飯の上に黄色いのかかってんのなんてんだよ。ライスカレーか。あれうめえな。うめえけど辛いな。これか。お父さん、どうしたの？うん。ちょっと町まで出てきたんで寄ってみたんだが、左官の先生にお断りして、その辺まで出てこんか。ああ。おい、うめえことやったな。また小遣いもらえるでねえか。そんなにもらえるもんか。この前日曜に50銭もらったばっかりやねんか。いやいや、忘れんとけや。ああ、行ってくら。おい、親父来たのか？ああ、悪いことやったな。おい、あいつの親父にあだ名つけちゃうよ。なんだ？藤なんだ。藤中か。そやな。そうやな。おい、不電信号、外いたぞ。しかし、また腐っとるか。おい、よ、乗れるな、草。これうまいぞ。これ食わんか。うん。ねえ、お父さん、今日草取りだったんだよ。宿舎の前の草取るのとっても大変なんだよ。いや、他の人に悪かったな。いいんだよ。お土産買って帰りゃいいんだよ。帰りに大福乳製買ってね。うん。もういいんだよ。なんだ、もういいのか。もう腹いっぱいや。あ、ライスカレー食えばよかったな。そうか。もう今日はダメだよ。おい、虫になるぞ。なってもいいや。ねえ、お父さん、午後13時円だね。夏休みか？ねえ、お父さん、あの川でアユ釣れんかな。出るさ。用水の上のとこ貝掘りすると取れるよ。うん。ねえ、お父さん、夏休みだったら毎日釣り行こうね。うん。そうもいかんだ。なあ、りょう。今日はお前に話があってきたんだよ。何？いろいろ考えたんだが、お父さん東京へ出てみようと思う。東京行くの？うん。すげえな。
いつ行くの？いや、お前はこっちに残るんだ。学校があるんだ。お父さんも考えたんだが、東京へ出てもう一働きしてみようと。今のままじゃ、この先お前を学校へやることも難しいし、お前も中学だけでなく、まだまだ上の学校へも行かなきゃならんのだ。お父さんはここでもう一踏ん張り踏ん張ってみようと思う。なあ、お前ももう子供じゃないんだから、お父さんの言うことがよくわかるだろう。お父さんは東京へ出て働く。お前はこっちの学校に残って一生懸命勉強するんだ。ああ、それからお父さんとお前と競争だぞ。お父さんに負けんな。いいか。お父さんだってまだまだ若いんだからしっかりやるぞ。お前もぼんやしちゃいかんぞ。泣かんでもよろし。別に悲しいことじゃないぞ。何、これが一生の別れというんじゃない。お父さんが先へ東京へ行ってお前の学校出てくるのを待ってる。何、すぐ一緒に暮らせるようになるさ。分かったか？分かったな。お前、泣かんでもいい。当分、あえんかもしれんから持ってきたが、これがシャツ、猿股、尻紙、藤田がサンダル。藤田はちょいちょい洗って代わり箱に履くんだぞ。その方がよく持つ。これが風邪薬だ。腹が痛い時にはこっちの方を飲むんだぞ。いいか？これからだんだん暑くなるが、やたらに生水なんか飲まんように。寝冷えせんように気をつけいかんかんの。寝るときは何か腹に巻いて寝なさい。小遣い。あんまり無駄遣いしていかんぞ。しまってみる。向こうへ着いたら早速お父さんも手紙を出すが、お前も1週間に一度は手紙を書け。何、今までと同じ。今度は手紙で会うんだ。いいか？分かったな。切手はここに入ってる。もう泣くな。お前、もうそろそろ帰らないかんだろ。釈迦の先生には何時まで聞こう与えてきたんだ。7時までならまだ間がある。しっかりやれよ。おいしいですか？これをもう一本。おい、お前ライスカレー食うか？あ？じゃあお酒だけ。おい、良平、こっちおいで。おい。泣いちゃおかしいぞ、男の子が。男の子が泣かんもんだ。
高等学校出られました。ええ。大丈夫ないですかね。で、大学はどちら？仙台なんですよ。今度こそ東京で一緒に暮らせると思ったんですが、どうも縁がなくて。そうですか。でも、お楽しみですな。いやー、まだまだこれからって、しっかりやってくれればいいと思ってるんです。ちょっと失礼。いや、ちょっと失礼。いやー、これはこれは。ああ、やっぱりあなたでしたか。お久しぶりですな。いやー、全くどうも妙なところでお目にかかるもんですな。どうもさっきからよく似た方だと思っていましたが、まさかあなたが東京においでになるとは。いやー、全く妙なところでお目にかかるもんですな。あなたもずっとこちらで？あ、ええ。これはちょっとお見えになるんですか？ええ。そうですか。私も去年の秋からご説明になりまして、これはちょいちょい来るんですが、今までよくお目にかからなかったのですが。本当ですな。いや、おかげで。いや、どうも、ご無沙汰しました。最後にお目にかかったのは、私が上田の寺を堪命した時ですから、あれからかれこれ12、3年にもなりましょうか。もうそうなりますかね。何しろ、ろくに方角もわからないところへ出てきまして、ただもうその日その日を忙しく追われました。いつも気にしながら、どちら様にもすっかりご無沙汰して。いや、ご無沙汰はお互い様ですよ。あ、よしよし。口をしなんですけど。いや、どうぞもお構いなく。これもう少しないで。あ、そう。よろしく。さあ、どうぞ。いやー、これじゃあ表でお目にかかっても、とてもわかりませんな。いやー、大変ご立派で、きれいで。おいくつにおなりで21年です。どうもなる方よ。いやどうぞ。ー、なかなかご立派で。せいちゃん。おい、坊主、こっち来てご挨拶しないか。嫌だよ。せいちゃん。だったら嫌だよ。おい、あれですから困ったもんですよ。いやー、子供は元気がいいのが何よりですよ。ダメじゃないの、せいちゃん。お辞儀しなくちゃ。バカね。何？ニュース見に行くんだよ。ダメダメ。ダメよ。お客さんにもお辞儀しないで。おい、姉ちゃん。ダメ。おい。で、市役所ではどういうことを？東京市の資料編纂なんですよね。ああ、それでなきゃやれん仕事ですよ。あ、
どういや、もう。まあ、私のような老朽教師にはうってつけですよ。いや、こんにちは。お、どうした？ニュース見に行くんだよ。世話のないやつですよ。お宅の良平君は？いやあいつもおかげさまで、今年やっと仙台の帝大を出ましてね、もう25になりましたよ。もうそんなになられましたか。で、お勤めの方は？学校の紹介で秋田の工業学校の方へ決まりましてね。おお、それは結構で。いやあ妙なもので、もう一生教師はやるまい、しがれにもやらすまいと思っていたんですが、もうやっぱり巡り合わせと言いますか、何と言いますか、カエルの子はやっぱりカエルで。いや、いいじゃありませんか。羨ましいですよ。しかし、離れ離れでお暮らしはあんたも寂しいですな。いやあ昔からもう慣れっこですよ。あいつとも随分長いこと別々に暮らしてきましてね、今年こそどうやら一緒になれると思ったんですが、もうやっぱり縁がないとでも言うのですか。しかし、あんただってお達者だし、一緒に暮らすときはこれからまだまだいくらでもありますよ。それはまあそうです。いや、本当ですよ。ボイはまあ、きりはないけど、良平君はもう立派になられたんです。なんと言ってもお楽しみですよ。私のとこなんかまだまだこれからですから。ああ、子供はいくつになっても同じですよ。うちのやつもうまくやってくれますから、どうですか。3リトルトレーンはトレーンに尿硝酸と濃硫酸との混合溶液、すなわち、混酸を作用する仕組みです。ミトロギが3つだね。黄色の結晶であるが、光に触れると復元する。摂氏81度で融解し、240度以上に加熱すれば爆発する。爆発の際は、2分子の3リトルトレーンが12分子の一酸化炭素と、それから2分子のメタンと1分子の水素と、それから3分子の窒素とになる。このように多量の脱剤を発生するから火薬として使用される。帰りたくなるな。そののが優勝切れるんだけども。でももう少し違う。シャツなんてできんのもな。いやな、お兄ちゃん。いやな。あ、今日のシャワー誰だぞ。そうか、歌ってた。私許してくれる。なんか、今一の面でちょっとばかりだよ。だけど、だってもう俺の情報を変えたんだぜ。はい。買収来たんです。先生。なんだ。規制の中に書いてきた。お前、この前も帰ったの？ああ、じゃったっす。だってもう弟が前から家先って見てんす。弟が生まれれば帰ってもお母さんのおっぱい飲めないぞ。そんなもの飲まない。お父さんはいくつだ？お父さんの年忘れちゃダメだぞ。あ兄さん先生言っておられるんだったな。あ。お達者が？うん、ダメだ。兄さんがおられるので来て困ったりしないか？困ってねえす。近所の人はよくやってくるから、そんなことねえす。そうか。それありがたいな。お前もしっかり勉強しろよ。お父さんやお母さんにあんまり心配かけるなよ。
林圭です。あ、どう来たんす？何来たんす？なんだ。先生、今度の日曜日に何でもない人やつに行くんですけども、先生も行かないんですよ。今度の日曜はダメだよ。どうするよ？うん。どうだするよ？土曜まで。いつもなさって、それってだって。そうはいかんよ。親父に会いに。神してパンチ。ダンスか。先生もまだお父さんに会いたいんですよ。それ会いたいさ。それはいくつになっても同じことさ。ダンスや。どこどうすべか。での、伊藤圭です。何帰るんすか。今度行くよ。お願いしますって。いい気持ちですね。どうも途中で会う約束が下町の方にかかったな。いいえ。聞こえませんでしたか、記者。いや、今まで言われた。そうです。お父さんと黒谷さんが随分久しぶりですね。もう作ったな。そうですか。盛んになってからとても体の調子がいいんです。朝は早いし、運動もしますし。新しいってことは言いませんよ。お父さんどうです？私も丈夫だぞ。まだ会社入ってから一日も休ませてる。そうですか。だいぶ思いの方が太いな。え？つながらないのか。いや、いいよ。お前、歩きだろう。いや、いいですよ。ああ、塩原は久しぶりだ。昔、宇都宮の中学にいた時に、校長と来たことがあった。まだ、母さんの家でもだった。お前まだ生まれてなかったな。そうですか。うん。ああ、いい気持ちだ。そうですか。白田先生、お達者ですか。うん。もういいお年でしょうね。いや、なかなかお元気だよ。ちょいちょいお目にかかって、このお相手をするよ。そうですか。白は持たれるけど。もうちょっとお目にかかってみたいな。うん。お前、先生ところのおふみさん、覚えてるか。さあ。金沢にいた自分、まだこれくらいだったが。ああ、覚えてます。ちょこんとした頭して、黄色い服をして。うん、もう大変立派になられてな。そうですか。随分泣き虫の子でしたが。どうだったかな。いやー、今日は飲んだぞ。いい気持ちだ。お前、なかなか強いな。いや、ダメですよ。お父さんはしかし、毎晩子は酒は飲まんぞ。今日は気持ちがいいので特別だ。お前、タバコはやらんのか。少しあります。あるの。ええ。1分いただきます。いつ覚えた。いや、別に必要ない。おお、そうかね。少しはいいが、あまりやらん方がいいぞ。こいつは頭悪くする。そうですか。
ねえお父さん、うん実はこの間から考えてたことなんですけど、学校へそうだと思うんです。なぜ東京へ行きたいんです。どうして勤めが気に入らんのかいえ、そうじゃないんですが、なまじこのまま向こうで勤めてしまうと、いつ東京へ出ていけるかわからないもんですから。僕は中学の時からずいぶん長い間、お父さんと暮らすのを楽しみにしていて、今度こそ一緒に暮らせると思ったら、また秋田県の方へ決まってしまって、僕はもうお父さんと別れて暮らすのがとてもたまらなくなったんです。それは僕だってせっかく学校を出していただいて、その上こんなわがまま言って申し訳ないと思ってるんですが、この際東京へ出てお父さんのそばで仕事を見つけたいと思ってるんです。ねえお父さんどうでしょう。今なら東京にだって仕事はあると思うんですが。いかん。そんなことは考えることじゃない。俺はお父さんだってお前と一緒に暮らしたいさ。だがそれは仕事とは別のことだ。どこでどんな仕事だっていい。一旦与えられた以上は天職だと思わねえか。不平は言えんのだ。人間には皆分がある。その分は誰だって守らないかん。どこまでも尽くさないかん。市場は許されんのだ。やれるだけやんなさい。どこまでもやり遂げなさい。それでこそ分は守れる。それは仕事だ。辛いこともある。一苦一楽は遺伝増し、伝極まって福をなす者はその福を初めて久しだ。辛いような仕事でなければやりがいはないぞ。それをやり遂げて初めてその福を久しだ。わがまま言えん。我は捨てんけりゃいかん。そんなのんきな気持ちでは仕事はできないぞ。ましてお前のはやりがいのある立派な仕事だ。大勢の生徒を預かって、父兄の方はみんな苦労されて大事な息子さんたちをお前に任せておる。先々良くなられるも悪くなられるも皆お前の考え一つだ。お前のやることはどんな些細なことでも皆生徒たちに響くんだ。軽々しく考えちゃいかん。責任のある大きい仕事だ。お父さんはできなかったが、お前はそれをやってくれんけりゃいかん。お父さんの分までやってほしいんだ。お父さんはお前に頑張ってもらいたいんだ。離れ離れに暮らしていたって、会いたきゃまたこうやって会える。これでいいじゃないか。お互いにやれるだけのことをやって、これで楽しいじゃないか。どうだろう。いいじゃないか、これで。いいかな。分かったかな。まあ、しっかりやんなさい。惜しかったな。もう少し時間があればもっと釣れましたね。
そんなことなら昨日の夕方すればよかったですね。早いもんだね。会ったと思ったらもうお別れだな。ええ。ずいぶん長い間楽しみにしてたんですが。まあいいさ。一晩お前とゆっくり話ができたんだもの。とても楽しかった。お前来て大丈夫か？ええ、大丈夫です。無駄。楽しみにしてるぞ。ええ。体大事にせんといかんぞ。病気などせんように。ええ。今時お役に立たんようじゃしょうがないからな。大丈夫ですよ。気をつけてくれ。ねえ、お父さん。お小遣いあげましょうか。おお、お小遣いを私にくれるのか？ええ。少ないですよ。もらってください。もらっていただこうと思って別にしてたんですけど、あんまり少ないんで。そうか。じゃあいただこうか。どうぞ。いや、ありがとう。これは持って帰ってお仏壇におあげしてお母さんにもお見せしよう。ええ。いや、ありがとう。いや、お父さん。指はすいませんでした。いや、どうもわがまま言いまして。いや、わしも少し言い過ぎたが分かってもらえてよかった。まあ、しっかりやってくれ。今時安閑としておっては申し訳ないぞ。お父さんもやるぞ。まだまだやるぞ。なあ、お互いにしっかりやろうじゃないか。ええ、やりましょう。忘れ物ないように。ああ、よくウイスが鳴く。ごめん会です。そうか。私に。はあ。それが今年です。あ。先生、千葉屋でございます。私、金沢の中学で先生に教えていただいた黒川安太郎です。おお、そうでしたか。私、内田実です。おお、これはこれは。ま、どうぞ。先生もご送検で。いや、ありがとう。皆さんもお元気で。そう、まあどうぞ。はい。じゃあ失礼します。いやー、それはしばらくでした。実は、先日、教科書で平田先生にゆっくりお会いしましたけど、先生のことを伺いまして。おお、そうですか。平田先生からすっかり伺いまして。ああ、そうですか。先生とはよくごなさるそうですね。いやー、先生とは中学の自分からのお相手で、妙な巡り合わせで、また東京でお相手していますよ。先生、なかなかお強いそうで。いやー、とんでもない。実は、私たち中学の仲間が東京に12、3人いるんですが、みんなで両先生に来ていただいて、一石の勘を尽くそうというわけで、まあ、いろいろ昔話も出るだろうと思うんですが、ぜひ一つ先生にもご都合して出席していただきたいんですが。おお、それはどうも。で、先生、いつがご都合よろしいですか？平田先生はいつでもよろしいんだそうですけど。いやー、私の方もいつでも喜んで。そうですか。じゃあ、なるだけ早い方がいいから、この土曜か、来週の水曜日あたりどうだろう。そうだな。先生、どちらがご都合よろしいでしょうか？じゃあ、
甚だ勝手ですが、来週にしていただけましょうか。そうですか。実は、この土曜日あたり、せがれが出てきますので。そうですか。今、秋田県の方へ行ってらっしゃるから。良平さんとかおっしゃいましたね。随分立派になられたでしょうな。いや、おいくつになられましたか？25になりましたよ。はい、いらっしゃいませ。あ、ただいま。若旦那様がおいでになっていらっしゃお、る。そうか。いや、おかえりなさい。いつ来た？1時間ほど前。そうか、早かったな。明日か明後日じゃないかと思ってた。そうならなかったのか、クリアは。おじさんにだいぶ手られたんですけど。持ってあげればよかったな。でも早くこっち行きたかったもんで。そうか。牛尾さん、達者だったか？とても達者で、お父さんに言って粗白いただいてきました。いや、どうも。おじさんまだ冬の海でお茶飲んでおいでです。そうか。で、どうだった検査は？いやー、よくやってくれた。お母さんにご報告しなさい。これでわしも安心した。お前は小さい時弱い子だったが、大きくなってくれた。いや、なかなか立派だ。今度はいつまでいられるんだ10日ほど休暇もらってきたんです。そうか。じゃあ、今度はゆっくり遊べるな。俺も怒ったせいか、この前の時より若くなったな。そうですか？おう、まだあるな。雨ですか？覚えてるか？縁側がおかしい。お父さん。まあ、お前先は。まあいいから。そうですか？じゃあいただきます。あ、私も後から入っていくか。どうぞ。陽平にわしの浴衣を渡してあげなさい。はい。お風呂から出たら一緒にお夕飯を食べるぞ。はい。
ねえ先生、覚えてらっしゃいますか？僕3年の時に岩本と喧嘩して先生に捕まって。どうだったかね。ええ、長い。あの時はひどい目に遭いました。職員室に立たしておいて、先生忘れて先に帰ってしまったんですからな。そうだったね。堀川先生にもよく怒られましたよ。居眠りしててはよく見つけられる。ああ、そうそう。あんた、遊中よく居眠りをしていましたな。先生、こいつは居眠りしながらこの春博士になった。おお、それはそれは。機敏子ですからひいきにして。その代わりなかなか治りませんよ。バカなこと言うなよ。あ、じゃあどうも。僭越ですが、ちょっとご挨拶申し上げます。本席は両先生ともお忙しいところをわざわざ置いてくださいまして、我々一度花田感謝に堪えない次第であります。厚くお礼申し上げます。中学を出てから、ここに重優育成層、図らずも今席一堂に会しまして一席の官を尽くすことを言いましたのは近海これに過ぎんのであります。両先生ともこれをご縁に今後とも、何分よろしくご指導のほど我々一度お願いいたす次第であります。何もありませんが、たくさん召し上がって、昔の中学生に帰って大いに愉快にやっていただきたいと思います。ちょっとご報告申し上げます。もうあとこの他に2名見えるはずなんですが、佐々木が急に会社の出張で神戸から電報が来ております。読みます。両先生のご健康を祝しご盛会を祈る。それから長西君からは電話がありまして、先ほど男のお子さんがお生まれになります。母子ともに健全。目下取り込み中。ちょっと遅刻のよしであります。それはおめでたい。乾杯。この度は私どもあくまでも盛大にお招きくださいまして誠に感謝に絶えない次第であります。皆さんの昔に変わらぬお元気なお顔を拝見してこんな嬉しいことはございません。私も昔皆さんからムジナと呼んでいただきましただいぶムジナも年を取りましてただいまではかえって皆様方のご指導を仰ぎたく思っている次第であります。どうか皆さんもますますご創建にますますご奮闘職域奉公の実を挙げられることをお願いする次第であります。甚だ簡略ながら御礼方々ご挨拶申し上げます。私の申し上げたいことはただいまの堀川先生のお言葉にもうすっかり尽きております。どうか無事なに劣らずこの鶏もよろしくご指導のほどお願いいたします。さあどうぞ。しかし先生、本当にしばらくです。先生が東京においでになるとは思いませんでした。いかん先生、一つありがとう。どうもあんたは大変立派になられて。いや、もう奥さんはありますよ。なおい、炊いてあるな。そうですか。皆さん奥さんをお持ちの方手を挙げて。
と私だけですな。そうですな。お子さんのある方、手を挙げて。はい、じゃあ。これはおめでたい。2人の方、手を挙げて。3人の方。さすがにまだ3人の方はありませんな。そうですね。先生、4人。これはおめでたい。なあ、堀川さん。しかし早いもんですな。もうみんなお子さんが割で活躍しておられるんですからな。早いんですね。先生どうぞ。あ、これは。じゃあ、先生もどうぞ。私はもう十分いただいて。まあ、そうおっしゃらないで。どうぞどうぞ。しかし世の中のことなんてわからんもんですな。いやー、全くね。あんたが修学旅行の事件で辞められて、それから十何年か経ったけど、またみんなと一緒にこうやって床にやっとるんですからな。そうですな。あ、先生はまだ、いまだに吉田の命日には、欠かさずお供物を送ってらっしゃる。いやこの間国に帰ってそれを聞きまして。ー、いやー、お恥ずかしい。ただほんの気持ちだけのことで。いや、その気持ちだけのことがなかなかできるもんで。どうぞ。いやー、こうやってお話してると、皆さんにどっかやっぱり昔の面影がありますな。そうですな。全く妙なもんですな。ねえ、平田先生。私が中学を辞めて国へ帰るとき、会をやってくださったことがありましたな。そうそう、そうでしたな。いやー、あの時のことをよく思い出すんですよ。犀川の河原に水槽がきれいでしてね。そうでしたな。あなたがお別れに詩を歌われて、ほろりとしましたよ、あの時の詩には。いや先生、詩におやりになる。それはもう大変お上手で。ああ、それは聞きたいですな。ぜひ聞かせてください。ー、いや先生、お願いしますよ。一つ聞かせてください。おう、緊張緊張。では、やりましょうか。いや、ただいま。遅くまですまんな。ごめんなさい。いや、まだうちだろうか。はい、いかがでした？ああ、今日はなかなか愉快だった。それは良かったですね。昔の連中がみんな立派になってて、よくやってくれたよ。そうですか。ああ、ありがたいもんだよ。大したこともできなかった昔の教師を忘れないで、何から何までよく気がついて、よくやってくれて嬉しかったよ。そうですか。ああ、今日は愉快だった。伝わったんですか？うん、みんなお前のことを大変喜んでくれて嬉しかったよ。どうですか？まあ、お前も皆さんに劣らんようにしっかりやってくれ。ええ。いやー、人間なんて何でもできるだけのことはしとくもんだ。お前、先生ところのおふみさん、どうも。どうっいや、お前のお嫁さんにどうかと思ってて。いや、まだまだ。いや、おふみさんなら私も気に入ってるし、平田先生からも話があったんだけど。何も恥ずかしがらんでもいいぞ。本は後でも読めるぞ。どうだい。
それとも誰か他に心当たりでもあるかね。いや、別に。どのもらってきなさい。お前ももう立派に講師に合格したんだし、田舎で一人だと何かにつけて不自由だな。どうだ、お父さんならもらうぞ。ええ。お父さんにお任せします。そうか、任すか。いや、君さんならとてもいい。真っ黒になってよくったら、お父さんもああいう人をお前のお嫁さんに欲しかった。それで、君も安心だ。ああ、そうか。漫画寮に僕が行ってくれるか。ええ。今日はどこへ行く？神田へ行こうと思ってるんです。また神田か。ええ。科学の本で欲しいのがあるんですけど、この間一つ見つけたんですよ。表紙が取れていて汚かったものだから。今日探してみてないけど、それ買ってこようと思ってるんです。一度上野の博物館も見てきなさい。なかなかいいものがある。そうですか。一線でこれほどいいものが見られるのは他にはあるまい。今ちょうど登山のものがだいぶできる。そうですか。見ときなさい。よく見てわかるが、なかなかどうして昔からの日本のものには深い味わいがある。ええ、行ってみましょう。ああ、今日は帰りに平田先生をお連れしてくるから、お前もなるべく早く帰ってきなさい。いいな。若旦那様、旦那様は何ですか？ご様子が変で。お父さんどうしたんですか？どうなってたんですか？ちょっと苦しくなってな。お父さん大丈夫ですか？お父さん。大丈夫だ。お父さん大丈夫ですか？今日お休みになったらどうですか？いや、大丈夫だ。私は今まで一度も会社を休んだ。お父さん。おい、急いで医者へんですよ。はい。お父さん。お父さん。ちょっと洋服を脱がしてくれ。なんだか変だ。お父さん。お父さん。お父さん。
お父さん。お父さん。わかりますか？平田先生いらっしゃるんですよ。いや、これはどうも。先生。堀川先生、しっかりしてください。ありがとう。ふみさん、両兵を頼みます。願いますぞ。お父さん。いい気持ちだ。眠い。とても眠い。お父さん。お父さん。しっかりやんなさい。何も悲しいことはないぞ。お父さんはできるだけのことはやった。私は幸せだ。お父さん。お父さん。お父さん。30、力及びませんでした。ねえ、両兵。泣かれることはない。お父さんは立派なご産後だった。生きている間にできるだけのことをやった方でなければ、あんな見事なご最後はめったにできるもんじゃない。堀川先生は実に立派な方だった。あんたはあんないいお父さんをお持ちになってお幸せだった。ねえ、泣かれることはない。
たでしょうか。せいちゃんきっと寂しがってると思う。明日からお父さんも何かとご不自由だろう。ねえ、よかったらお父さんたちにも秋田の方に来ていただこうじゃないか。ええ。みんなと一緒の方が賑やかでいいからな。ええ、そうですわね。僕は子供の時からいつも親父と一緒に暮らすのを楽しみにしてたんだ。それがとうとう一緒になれず、親父に死なれてしまって。でもよかったよ。たった1週間でも一緒に暮らせて。その1週間が今までで一番楽しい時だった。いい親父だったよ。